はい、どうもこんにちは。この動画はですね、メンバー限定公開になっているかと思いますが、先月の収益報告っていうのをですね、ちょっと恒例の、発信なんていうんですか、コンテンツに、しようかなというふうに、考えておりまして、ノートの方ではもうすでにやっておりまして、ノートでもノートのメンバーシップに入っている人だけ、公開するという形にしていたんですけど、スタンド FM も YouTube もメンバーシップ制度があるから、スタンド FM でもメンバー入っている人はスタンド FM の限定公開で、この収益報告会、配信を今さっきしましたので、YouTube でも収益報告動画をこれメンバー限定になっていると思いますが、発信毎月していこうという試みでございます。はい、ということで早速、いきますが、僕の現在の収入源ですね、ぐーっと全部考えたんで抜け漏れはないと思っているんですけど、まずこの YouTube、 そして TikTok、 ノート、Amazon アソシエイト、これは僕が YouTube の概要欄とかにたまに Amazon のリンクを置いてると思いますが、そこをクリックしていただいて、でそこから24時間以内にその人が何かしらを買えばその分が数%僕にマージンが入るようになっております。だから欲を言えば、その皆さんが Amazon でお買い物するときに何でもいいんで、僕のその発行している Amazon のリンクをポチッとクリックしていただければ、その僕が紹介しているかどうか関係なくて、そのワンクリックでその Amazon にスイッチがカチャって入って、皆さんが払うお金は変わらないんですよ。そのうちの数パーセントが Amazon が受け取る、 Amazon の収益から数パーセントが僕に入ってくるっていう仕組みなんで、よく言えばですね、皆さんが Amazon で買い物するときにクリックしてもらえたら嬉しいなとかって思うんですけど、そこまでちょっと言うのはね、さすがにっていうところがあるんで、あまり強くは言ってないんですが、あと Instagram、 あと LINE スタンプで、一応その他っていうことでクライアントワークが入っております。そうだからスタンド FM まだ収益化できてないんですね。はい、ということで具体的な数字言っていきますが、まず YouTube は韓国語のチャンネル、イエローペン韓国語ですね。あれがですね、先月2026年の2月ですね、つまりは8802円でございます。一月の収益。ちょっともうだいぶ右肩下がりになっているんで、こうやって海外にいる間僕全く更新してないですし、正直、しょうがないかなというところではありますね。でもピークでもそんないかなかったと思いますね。いくら最高いくらなんだろう、なんか言ってて5万とかだと思うんですけどね。でもう一つ YouTube の旅チャンネル、僕がこれをアップしてる場所ですね、青い猫のアイコンで、旅行の動画とか上げてるところは収益化はしておりません。だから動画のその見られてるのがまだお金にはつながってないんですね。でも見ていただいた方がその収益化条件の4000時間に近づくんで見ていただきたいんですけど、まだそれが直接金額に還元される状態にはなっていません。だけど実は収益があって、スパチャですね、お一人の方にですね、その2月の間、これ2月か、あれこれ今月だな、やべ先月じゃない、これ訂正が必要だけど、なんか外ですぐ音楽流れ始めちゃった。136円ですね。スパチャいただいた金額はこれより多いとは思うんですけど、136円です。TikTok、 ちょっとこれが問題で、 TikTok の韓国語のチャンネル、これが僕の大体一番金額がでかい収入源なんですけど、ちょっと2月に関しては収益停止処分を食らっております。それがですね、オリジナルじゃないコンテンツを投稿したということで、オリジナルのコンテンツなんですけど、再アップロードのことを言ってるのかなと思っております。それはもうやっております。確かにしょうがない、ゼロです。もう一つ、実はタイ語だった件 TikTok タイ語アカウントですね。これが2403円です。これもしょうがない、そんな更新してないし。YouTube のタイ語アカウントもあれまだ収益化できてないですね。時間が足りないです。で TikTok の旅アカウント、でもこれ2月の時点でまだ海外行ってないんでほぼ誤差ですけど、なんかライブ中の投げ銭が8円なぜか入っておりました。ライブ中に頭の上にハートがポコンとか出るやつ、あれですね。だから3月からそれはもうちょい、例えば10円とかになってるんじゃないかなと思います。あれの積み上げで1回ハート出るごとに 0. 何円だと思うんですけど、積み上げで10円とかになってるんじゃないかなと思いますけど、
ノート、ノートは有料記事が売れたら収益になりますが、2月に1記事なんか売れたみたいですね。300円。ただこれは売れた額だから、結局振り込まれる時にはノートの手数料引かれるから、実質そんなないと思うんですけど、100何円だと思うんですけど、先月ありましたと。で Amazon アソシエイト、さっき言ったリンククリックで Amazon で皆さんがお買い物してくれた分ですね、これが249円ですね。まあ多いか少ないか、まあ多い時は多かったりします。なんか韓国語の参考書とかがドバドバドバって、まあ、要は韓国語の動画がバズるとそれに連動して、そりゃ Amazon のクリック率も上がるわけで、まあちょっと最近は低迷してるんで、まあそんなもんですね。でインスタグラムはこれサブスクリプション収益ってものがついに日本でも可能になりまして、まあ、韓国語ですけどね、結局っていうか、まあ5人ぐらい参加していただいてるんでしょうか。696円ですね。まあありがとうございますっていう感じですけども。で LINE スタンプ87円何個売れたら87円になるんだろう。1個かな。1人に買っていただいたのか2人に買っていただいたのかちょっと分かりませんが、まあそのぐらいでしょうね、きっとね。3人買って87円とかあるのかな、ちょっと詳しくないんですけど、まあでも売れてる人ってドバドバ売れてるわけだから、そんなもんなんですかね。結構売れてるのかな。それともすみません、具体的なその何回売れたかっていうのを確認してません。87円でした。で一応クライアントワーク継続してやってるものがあって、それはまあ毎月3万円入ってくるんで、それで合計42,681円ですね。まあ、ちょっとなんで先月は TikTok 韓国語っていう僕の中で最大の収入源が封印されたことによって、まあ、5万円を切りました何しとんねんって感じですけどね。大赤字でございます、まあね、なかなかこう厳しいんですけど、まあ、ちょっとだからまあ、どっちみちその、まあ、有名な話ですけど YouTube のその再生時間あたりの収益とかも、まあ、僕がそもそも再生時間がもうどん底なのがいけないって話ではあるんですけど、まあ、でも仮に再生されたとて昔ほどやっぱ利率は良くなってなくて、もう今は完全にサブスクリプション直接課金をしていただくというのがまあ一番ストレートにこう、まあ、収益につながるっていうところにはなってきているんで、まあ、どっちみちは僕の責任というか僕が頑張るところではあるんですけど、まあ、でもこれを今ご覧いただいているそこのあなたに関しては YouTube でメンバーになっていただいたということで、まあ、それはもう僕の動画コンテンツを見ている人の中では間違いなくトップ 1%、なんだトップ 0.1% に入る、支援をくださっているからなので、それはもう感謝ですね。非常にありがたい。ありがとうございます。はい、ということで、まあ、今後もね、まあ、そんな面白いコンテンツ、面白いっていうか面白いとは思ってるんですが自分ではまあ役に立つコンテンツではないですよね。役に立つコンテンツではないんですけど、まあいろいろとこう自分の考えること、見たこと、聞いたこと、思うことなど発信していければと思うので、引き続きご支援をいただければと思います。